前回のあらすじ。ソ連が崩壊せずドミトリー・ヤゾフ政権下で安定化しつつある世界戦。2001年のアメリカ同時多発テロ以降、東南アジアでは第4次インドシナ戦争、南アジアではインド内戦が勃発する中、中国では習近平国家主席の下で大規模な改革と国際的な影響力の拡大が進行していった。2004年、国内の安定化に成功したソ連が旧加盟国及び東欧への軍事侵攻を開始。世界は再び冷戦の影に飲み込まれようとしていた。とんでもないことになったのだ。やはりソ連は旧構成国を超えて旧ワルシャワ条約機構加盟国にも侵攻しましたね。そして1ヶ月後にはワルシャワ条約で東欧諸国が降伏。そのままワルシャワ条約機構が13年ぶりに復活したのだ。いいな。そういえば支援してたインド人民政府はどうなりましたか？暴動にもならなそうだから支援するのやめたのだ。一方の国内ではこの頃、チスカ歴史湿地全図と呼ばれる一冊の機密図録が完成したとのこと。何これ？印刷はわずか12部、同感度のみに配られた極秘の図録です。この図録には我々が失った外東北に外西北、台湾、香港、琉球、長魚なんかが描かれています。なるほど。で、どうします？取り返すのは海から行きますか？それとも陸から行きますか？そりゃもちろん失ったものは全部一気に取り返して当然なのだ。いい判断です。さらに外交面ではこの年、中国は米国を戦略的経済パートナーから戦略的競争相手へと再定義。貿易戦争、技術戦争、世論戦といった多角的な圧力が同時に展開されています。展開が随分と早いな。さらに国家を挙げて光線結合サイバネティクス科学の研究を開始。光線結合？ズンダモンにもわかるように説明すると、コンピューターに経済を運転させようって言ってます。ノーバート・ウィーナーが1948年に立てたサイバネティクスという学問、フルシチョフ時代の一部で、ブルジョーノに非科学と叩かれたサイバネティクスを我々中国共産党は計画経済に組み込む時が来たのです。なんかめっちゃ近未来的なことをしようとしてないか？いえ、サイバネティクスによる経済の自動化は1964年にソ連のオーガス、1971年の地位のサイバー新計画などがあります。なるほど。ってことはコンピューターネットワークによって従来の良性が置き換えられ、社会主義経済が全自動化するのも近いのだ。コンピューターアルゴリズムに全てを委ねましょう。また同時期にはソ連の硬直したコンピューター路線を批判し、アルゴリズムによる計画経済の確立をさらに前進させます。またその際に辛辣な現地で綴られたソ連への批判文書を公開するかどうかも選べるようです。ソ連との関係が悪くなるけど政治力がもらえるし、もちろんここは公開するのだ。と今度は中東からサウジアラビア国王が崩御したとのニュースが来ました。実に残念なのだ。何も起こらなければいいけど。なんかヤバそうなことになったのだ。はい、サウジアラビア国王が変わったとほぼ同時に、筆頭中核とするアラブ連合共和国が侵攻を開始しました。またフセイン率いるイラクも第三勢力としてサウジアラビアに侵攻を計画しているとのこと。やばいのだ。このままだと第三次オイルショックになるのだ。とは言いつつもこれは逆に石油利権をゲットする千載一遇のチャンスですよ。サウジアラビアかエジプトかイラクのどれかを選んで支援できるようです。NATO 寄りのサウジは論外として、イラクとエジプトならエジプトの方が強そうだしエジプトを支援するのだ。なるほど。強い者の味方と、ちょっと言い方に悪意があるんじゃないか。とここで朝鮮軍が韓国領延平島へ砲撃したとのこと。なんか前回も延平島周辺で戦ってたしまだ続いてたのか。さらに非武装地帯での活動が活発化しています。朝鮮軍はすでに非武装地帯に配備する部隊の数を増やしているとのこと。何を考えているのだ。ついに朝鮮戦争が再開したのだ。せっかくエジプトの支援を始めようという時に今度は朝鮮半島で戦争ですか。エジプトなんかよりも朝鮮半島、急いで義勇軍を送るのだ。すでに朝鮮軍は戦線を突破して南下を続けていますね。とここで東アジア条約機構が結成されたとのニュースが来たのだ。戦争が始まってから結成とは。ソウルはすでに陥落しました。しかしプサンにはすでに自衛隊と台湾軍とアメリカの義勇軍が上陸。ここからかつての朝鮮戦争のように押し返されることも考えられます。なのでここは我々中国の義勇軍ではなく、朝鮮戦争に参戦すべきです。よし、なら参戦なのだ。今の人民解放軍なら必ず勝てる。
ついに東アジア全体を巻き込む大アジア戦争が始まりました。どっかで聞いたことのある戦争だな。敵は韓国、日本、台湾になります。そのうちの韓国さえ倒せれば我々の勝利になるので、頑張って残る敵臨時使との不散を目指しましょう。あと少しなのだ。でも人民解放軍内では残る準備不足があって、さらに世界的サプライチェーンの機能停止の危機が起こり、世界規模での恐慌が迫っています。第二次アメリカ内戦は起こらないかな。そんなことよりも自国の心配をした方がいいですよ。世界的サプライチェーンの崩壊の影響が我が国にも到来。安定度戦争協力度が2割減、生産効率や工場出力などにも大幅でバフがかかります。やばい。でももめと鼻の先に草なのだ。いろんな国の手段が集結してどうなっているのかよくわからないけど気をして頑張れ。中国軍の実量に物を言わせた積極攻勢で一部は優勢。その後は開戦から約1ヶ月経った2005年12月21日に不散が陥落。これを受けて大韓民国は降伏し、大アジア戦争は終結しました。というわけでインド、シクトと続き敗北続きだった中華人民共和国はようやく朝鮮半島において外交的勝利を収めました。あってじくともいつの間にかに負けたんだ。さてさて、大アジア戦争により明確に西側諸国とは敵対的になったわけですけど、早速台湾が両岸交渉を中断してきましたね。まあ戦争したし平和統一の理想なんて消滅したに等しいな。これ以上台湾側に配慮する必要もなくなったので、ここで香港とマカオを併合します。工場がちょっと増えていい感じなのだ。それと、朝鮮半島での戦争による損失と沿線機運の高まりにより国内が混乱している日本の隙を突き、ここで台湾に対しての特殊作戦を開始します。早速台湾に上陸作戦を実行してるし。あくまでも台湾作戦指揮部が台湾に対して攻撃を開始したのであって、中華人民共和国が直接台湾に攻め込んでいるわけではないようです。なら急いで友軍を送り込むのだ。早速11師団が上陸し台北に向けて進軍を開始しました。なるべく早く日本が妨害し始める前に攻め切るのだ。作戦開始から1週間で台北を解放しました。そして台北解放とともに台湾は降伏。台北特別自治区として再出発することになるのだ。最初からこうすればよかった。中国的命运已经操在人民自己手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己辉煌的光焰普照大地，迅速荡涤皖东政府留下的污泥浊水，治好战争创伤，建立起一个崭新的、强盛的、名副其实的人民共和国。中华人民共和国万岁！こうして約1世紀にわたる分裂を経て中国は完全な統一を実現したのだ。めでたしめでたし。普通ならもうここでエンディングになるわけだけど、まあまだまだ続くのだ。終戦後最初の出来事としてソ連からの特使が来ました。珍しいのだ。ソ連側は同盟の強化を求めてきましたね。いいんじゃないか。長い国境線を共有しているし、ここは同盟を強化しても。いえ、外交部はこの同盟強化をすでに断りました。同盟強化の選択肢はないんだ。選べるのは完全な自主路線かソ連との限定的な協力です。どっちにしようかな。ここは政治力をもらえる自主路線を選びましょう。確かに政治力足りてないし、そうするか。さらに自主路線の実現に向けた政策として反派遣枢軸形成に向けて動き出すのだ。西側から孤立した国に対して接近するんですね。そして内政面では全面的改革の進化を進めるよ。国内のあらゆる分野338項目の改革を実行する時が来ました。あと前々回から進めていた三強ダムもここでようやく完成。孫文の初期構想からここまで長かったですね。まあまだ三強ダム本体が完成しただけで、それに付随するダムはこれからなんだけど。今度はタイで内戦が起こりました。第4次インドシナ戦争でタイは共産主義のタイ民主共和国と軍政の大旧国戦線に分かれていたのだ。そいつらが戦い始めたようですね。早速タイの共産政権の支援にかかるのだ。あっ
倒的に旧国戦線側の師団が多いですが、最新式の装備の義勇軍で包囲殲滅を繰り返してますね。まあインド内戦やら大中東戦争やらで負けたのは外部からの妨害があったからなのだ。外部からの妨害がなければ行軍に勝るものはな。ソ連が宣戦布告してきましたけど、なんでいつもいい感じの時に妨害が入るのだ。それよりもすでに東北と西北でソ連赤軍の攻撃が始まっています。すぐに敵方でモンゴルも参戦してくるでしょうし、急いで対処をお願いします。分かってるのだ。中ソ戦争の勃発。第二次世界大戦以来、2つの赤い巨人によるこれまでに類を見ない規模の歴史的衝突がついに勃発した。ここ数年、中国政府が推し進めてきた一連の大規模な改革、そして両国関係の実質的な冷却化により、戦争の暗雲はもはや払いのけようもないほど濃くなっていた。今回の衝突はソ連側の激しい憤りに端を発しており、その狙いはアジアの覇者たる地位を力ずくで確立し、合わせて中国の修正主義思想を根絶やしにし、これを徹底的に消滅させることにある。世界中がこの事態を注視する中、この衝突は深い恐怖と衝撃を各国にもたらしており、そしてこの全ての根源はこの2大国が保有する核戦力にある。とりわけアジア諸国、中でもモンゴルはこれまでにない不安にさらされている。ソ連と中国の間に位置するこの国は今まさにかつてない選択を迫られているのだ。次回、中ソ戦争、お楽しみに。